おはようございます。特急 V です。2023年10月28日土曜日、午前9時半になりました。これから出発します。スピード係数についていくつかご質問いただいてますのでお答えします。なんで固定なんですか？だいたい毎日毎日いろんなデータ取ってるんだから、配達員がスピード違反したとかね、スピードのデータ全部取ってますよね。で、それをリアルタイムでどんどん使うべきじゃないか、僕も思いますけど、ただ現在のところそういうふうにはなっていないようです。で、配達員が違反してるかどうかとか、あと大きなショッピングモールに入っていって配達員が何分でピックするかどうかと、そういうのは細かく研究している割に、で配達の判定の考え方のところでは結構アバウトなんですよね。で、昔話したセルって実際にはコンピューター用語では言わないそうですけど、僕がセルって勝手につけちゃいました。細胞みたいな形してるからね。で、昔僕も一回話したんですけど、ブーストで僕のブーストなくなりますけど、端っこの方ギザギザになってますよね。で、あれはなんでギザギザかっていうと、六角形の方眼があるわけですよ。で、その方眼の端っこがあの形なんですよね。で、お店と配達員が近いかどうかって、その直径100メートルぐらいの六角形の中にいる人たちは全部同じ位置にいる。それから、その中にいる、その中にある、お店は全部同じ位置にあるお店だとして、会社を決定するわけですね。で、僕、今7年目だったかなまだ8年入ってません。7年目だと思いますけど、で、葛西の稼働の時、確か3年目ぐらいで、もうちょっとその兆候はありました。おかしいなって。どこ行っても、あれ、今入ったばっかりですよとかね、いや、まだできませんよって言って、街がね、どこのお店も3、4分発生するんです。で、おかしいなと思ってたんですけど、その時は自分ではそういうことが分からなかった。で、研究して、で、北九州に来てから、今度オーダーが、自分が取れるオーダーが少ないですから、オーダー少ないと研究しやすいんですよね。で、なるほど、そういうことかって分かってきた次第です。あと、スピード係数に関してですけども、どこから優先されて、どこからダメ組になるんですかって質問ですけど、それはおそらくですね、相対評価なんで、強い人たちが5人いて、自分が最下位の1人だったら、多分全然入ってこないと思う。で、自分が、中より上に1人いて、自分より遅い人が3人ぐらい下にいたら、自分がかなり優先されると思う。ですので、もし、バイクさんが近寄らないとこを見つけて、で、そこだけで稼働すれば、自転車の人でもしとても速ければ、俊敏であれば、自分が優先されると思います。で、渋谷とか青山とかバイクさんとか行きたくないじゃないですか。自転車でも行きたくないですよね。ああいうところで速い人が稼働すれば、総取りじゃないな、優先河川化ぐらいはできると思います。あと応用編で、もしね、12時間オンラインして、で、自分の運転時間、利用率が、3分の1、33.3% の人は、4時間稼働できますよね。どこかで、ならない公園とかで待機してて、で、来ても全部拒否しちゃって、一番最後4時間だけ街に出て、それは OK ですか？質問来ました。OK ですよ。私いつもそれしてます。昼間はね、のんびり、どっかの公園で休んで、昼寝しながら、とりあえずオンラインにして、で、夕方バッチに出かけて、最後、帳尻合わせます。ただね、最後4時間ギリギリ街に出て、もううまくいかないです。AI さんがね、僕に優先して回してくれているっていう意図は感じるんだけど、なかなかね、うまくいかないから、その4時間プラスアルファ、30分じゃちょっと足りない。1時間ぐらい余裕見てあげると、最後、帳尻合わせて、4時間分鳴らしてくれます。で、自分の場合は、この間まで 25% とかでしたから、10時間やって2時間半、ちょうどなるんですよ。で、昼間ちょこちょこってなるでしょ。で、ラスト1時間45分とか、
ラスト1時間半とか。で、それから鳴らすのに、2時間半ぐらいかな。余裕持って街に出かけると、最後、夜9時に帳尻合わせて25%ぐらい鳴らしてくれます。で、それをやっていくと、じゃあ適当にね、いろんなところで自宅でもいいから適当にオンライン長くしといて、で、ちょっとだけ街出ればいいんじゃないかって話になりますよね。で、それもまあいけるんですけども、エリア外でオンラインした時間は僕の調査だと含まれないようです。エリア内でなきゃダメです。それから昔24時間営業じゃない頃、夜ね早めに起きてオンラインしてみて、その時間で行ってみたことあるんですよ。それはダメでした。ただ今は24時間営業だから夜の時間も加算されると思います。ですので、6時間の休憩が終わって、その後すぐにオンラインして、積算を始めても、それはいいかもしれない。そこまで僕はしませんけどね。やろうと思えばできなくはないです。では、出発します。あともう一つ忘れてた。これは、お詫びしないといけないんですけども、最近運転時間の利用率の話を YouTube にするようになって、で、数字を細かく出して、で、グラフリーも起こしてってやり始めて気がついたことがあります。今まで僕は、1週間のうちで、仕事できてない分、それは後半で盛り返すだろうって話していました。でも実際、最近のデータを、今週もそうですけど、先週もも見てみると、どうやらそれはなってなくて、何日も連続してダメだったら、それは繰り越されませんね。ただ、繰り越しがないと説明できない状況も出てくるんで、1週間の繰り越しがない代わりに、1日だけ繰り越すかもしれないし、2日だけ繰り越すかもしれないし、時間で24時間かもしれないし、そこはね、これから研究していきます。ただ、1週間の繰り越しはないみたい。1週間全般とても暇だったから後半盛り返すということは、そこまでは数字には出てません。ホタル公園待機です。午前中は PTA のお祭りの写真を写してまして、実際に始めるのはここからです。では崖の上から行きます。ちょっとここから行きづらいんですけどね。この上がカレーです。1軒目イボリです。1本お戦いでざっくりですが、40% の運転時間利用率です。こんなもんなんでしょう。写真を早く整理しないとすごく溜まってます。頑張ります。8分熟成になりました。いきます。2軒目板びつドロップです。多分映像じゃ見えないと思うんですけど、お魚が泳いでてお腹空いちゃってて、なんかうまそうとしか見えません。3ドロップ目小倉北区下糸渦です。小倉北区清水です。今のところ運転時間利用率が、46% できてます。さっき一瞬53に上がったんですけど、46に落ちました。で、昨日の平日の終わりが 37% で 1.2 倍すると 44.5 ぐらいになりますから、このくらいが、土日の運転時間利用率だと思われます。今標準です。小腹空いたんで一回カレー食べました。今日も視聴者の方にお声掛けいただきました。ありがとうございます。ご夫婦でお声掛けいただいたそうで、本当にありがたいです。でもどうなんでしょうね。北九州で見てくださってる方は僕の視聴者の 0.7% なんですよ。で、新宿区、東京だと新宿区で 0.6% の方が見てくれていて、東京23区全体でも 1% いかないんですよね。で、東京と北九州の話題しかしてないのに、全体の 2% いかないというね。で、どこの方が見てくれてるかというと、大阪市の方、7% 弱ぐらい、北九州の10倍ぐらい見てくださってるんですよね。こんだけ北九州で声掛けしていただいてるのに、その10倍ですからね、大阪行くとね。私は大阪行くとどうなっちゃうんでしょうか。フルボッコにされそうですね。なんか怖いですね。でもいいのかな。駅分も最初はね、秋葉で人気とか言って、秋葉原だけで人気でしたよね。そこから全国になったんですからね。だから私も大阪市で
まあ、ちょっと、顔を知られる状況になって、でちょっと人気みたいなね。そこからまあ、広がってって、ちょっとキモい親父みたいなね。いいかもしれません。いや、でも僕、人気者にならなくてもいいんですよね。一般人でいたいんだけど、しのげればいいんですが。大手町大です。再度、伊藤渦大です。6件目、イボリドロップです。7件目、金慶町ドロップです。次入ってます。すぐ行きます。8件目、ブロック、下伊藤です。9件目、イボリです。次入ってます。次行きます。ウーバーがそこそこ入ってきて、他の仕事ができません。忙しいです。夜9時でおフしました。運転率は、37% で昨日と同じでしたが、今日土曜日なんで、ちょっと最後は尻つぼみになって悪かったと思います。バイクさんに負けちゃったかなという感じですね。明日は私、コロナウイルスワクチン5回目を打ちますので、ウーバーの稼働はお休みします。2日後、また月曜日お会いしましょう。さよなら。